ちさ、めっちゃ使いにくい200円のフレキシブル三脚使ってるんですけど、これめちゃめちゃなんか角度の調整がでフレキシブルとか言っておきながら全然微調整できないし、200円なんで文句言うのもあれなんですけど、本当に使いづらいので、正直ダイソーのフレキシブル三脚200円のやつはおすすめしません。はい、ダイレクトアンチマーケティングということで、はい、そちらがね1点目、三脚がねなんか変なやつでねごめんなさいっていうのと、2つ目がちょっと私が鼻の調子が良くなくて、ちょっと時々ね鼻を噛んだりとかする、鼻を噛むというかね、ちょっと鼻をすすったりしちゃうかもしれないんですけど、あんまりうるさい音になるようだったら後で、ミュートしたりはするつもりなんですけど、ちょっとティッシュがねガサガサ言っちゃったりねしたらごめんなさいということでよろしくお願いします。ということで皆さん2025年明けましておめでとうございます。新年一発目の動画ということで、何撮ろうかなと思ったんですけど、とりあえず年末年始の話とかしながらあとは年末年始に買ったりもらったりして良かったものとか、なんか紹介したいものとかをいっぱい集めてきたので、多分全部は紹介できないんですけど、そしたら次の動画でやることにして、とりあえず年末年始の話とかしていけたらなと思ってます。でまず話そうと思ったのが、今更なんですけど M1 ですね。 M1 皆さん見ますか？見ましたか？私は、隠すことでもないので言うんですけど、結婚をしているんですが、その旦那さんがですね、夫がお笑いが結構好きで、夫と付き合いだしてからお笑い結構見るようになったりとか、結婚してからは M1 も毎年見てるんですけど、それまでは全然お笑い詳しくなくて、っていうのも親がねなんかそういうお笑いとか嫌いだったんですよ。嫌いっていうか見ないみたいな、そういうなんか下品なものとか汚いものとか汚い言葉とかそういうのは良くないみたいな、結構真面目な親だったので、そういうお笑い系とかは全然見せてもらえなくて、私が子供の頃とかはなんかお兄ちゃんは部屋にテレビがあって、テレビ一人で見てたんで、お兄ちゃんは結構部屋で漫才とかプロレスとか見てて、そういうのを見せてもらったんですけど、子供の頃エンタの神様っていうテレビ番組がやってて、知ってますか皆さん？もうやってないと思うんだけど、エンタの神様っていうなんかお笑い番組があって、そういうのをお兄ちゃんの部屋でこっそり見たりとかしてました。なんでお笑いは本当に見る機会がなくて、YouTube とかで頑張れば見れたんだと思うんだけど、なんかそこまで興味もなくやっぱ子供の頃あんま触れなかったから、わざわざネットで見るっていう感覚もあんまなくて、お笑い全然見なかったんですけど、興味もなかったし、なんですけど夫になんかいろいろ勧められて、夫は結構クラシカルなやつをね勧めてくれて、海原やすよとも子とかサンドイッチマンとか、アンジャッシュとか、そういうちょっと脈絡ないですけど、いわゆるね面白いやつにね、おぎやはぎとか、今でいうレジェンド芸人的な人たちのこの漫才面白いよとか、このコント面白いよとか結構おすすめしてくれて、 YouTube で見たりとかして、お笑いのね基礎をね身につけました。で最近は M1 を毎年ね楽しみにしています。この間のね M1 見ました？みんなちょっと見てない人いたらね、まだ TVer とかでも見れるんでぜひ見てほしいんですけど、今年じゃないかな、去年ってむずいねこれ。今回の M1 は私はめっちゃ面白かったです。なんか今まで去年なんだむずいな、この2024年も見たし、2023年も2022年もちょっと全部かわかんないけど見たんですけど、今まで自分が見た中では2024年の M1 が一番好みでしたね。なんか全組面白かったというか、あんまりなんかこの人たちあんま面白くないなとか、あんま好みに合わないのに
優勝してるなとか、そういうのがあんまなくて、あ、これは面白いなみたいな、あ、これは最初に私リアルタイムで見てないので TVer で後から見てるので、最初優勝が令和ロマンって聞いた時はなんか前も優勝してなかったってまた令和ロマンなのってつまんなって正直思ったんですけど、いやもう全部見たら、あ、そりゃ令和ロマン優勝するわって、これは2回目でも優勝させるしかないわっていう感じでしたね。めちゃめちゃ面白かった。私去年見た時は令和ロマンはそこまでグッときたわけではなかった。面白いけどそんなにかなみたいな、そこまでかなって思ってて正直に舐めてたんですけど、今回の M1 見て、あ、令和ロマンめっちゃ面白いじゃんってなって、前回よりさらに面白くなってるって思って、1本目も好きだったし2本目もすごかったし、特に2本目ね、令和ロマンの2本目最終決戦の漫才がすごい、漫才なのかコントわかんない、あれがめっちゃねすごかったです。なんか大河ドラマみたいなすごいスケール感の、なんかタイムスリップ、戦国時代にタイムスリップしてみようみたいなコントだったんですけど、で車と煙っていうコンビで、ちょっとぽっちゃりしてる方の煙っていう人がタイムスリップさせられる側で、車っていうメガネの人がその他大勢を全部やるみたいな、その煙は煙自身しかやらないんだけど、車がなんか不届き者が来ましたみたいな、なんじゃなんじゃ誰じゃお前はみたいなとか、その他大勢を全部車が演じるっていうね漫才で、めちゃめちゃ面白かったです。いやこれは煙がすごくないとかではないんですけど、車の演技力とか記憶力とかすごいなって思いました。すごい車のセリフ量とその役者演じる役の量がめちゃくちゃ多いんですけど、もう全然詰まったりとか噛んだりもせず、当たり前かもしれないんですけど、よくこんなのポンポンできるなって思いましたし、そのお話もね面白かったし、あれはねぜひ見てほしいですね。その漫才とかあんま興味ない人でも面白いかなって、お芝居みたいな感じだから、あれは面白いかなって思います。で、私が一番気に入ったのはバッテリーズでした。バッテリーズは結構話題にもなったし、結構みんな好きかな、見た人は結構みんな好きかなって思うんですけど、バッテリーズは可愛かったね。バッテリーズはそのバッテリーっていう名前の通り、なんか草野球吉本で組んでる草野球のチームで、ピッチャーとキャッチャーをやってた2人で結成したコンビですっていうやつで、バッテリーズのエースとジケっていう2人のコンビなんですけど、めちゃくちゃ面白かった。なんかエースっていうのがなんだろう、2人がボケとツッコミっていうなんか紹介の仕方がむずいんですけど、一応エースが突っ込むっていう形なんですけど、そのエースのツッコミが青すぎて逆にボケになってるみたいな感じで、事件も別にボケてるっていうか普通のこと喋ってるだけだし、だからどっちがボケとかどっちがツッコミとかいうのがちょっとむずいんですけど、そうなんか新しいなって思った。その漫才のタイプ的にはバッテリー様は毎回結構同じパターンというかみたいな感じで、なんだろう、私が見たのは世界遺産の話と三重県の話と、あとなんだっけな、M1 でも1個ぐらいやってたんですけど、運転免許かっていうのがあって、主にエースが青なんですけど、エースが俺運転免許取ろうと思うから、で事件の方が頭いいんですよ。事件の方が頭いいので、ちょっと運転免許取りたいから免許のこと教えてくれよとか、あとは三重県に遊びに行きたいから三重県のこと教えてくれとか、世界遺産いろいろ言い過ぎか、世界遺産っていうのがあるらしくて行ってみたいから、ちょっと世界遺産について教えてくれ、何についてエースが教えてくれっていうですね、事件に。で事件って寺の家って書いて事件なんですけど、名字が事件がそのエー
ースに教えてあげる。例えば世界遺産っていうネタだったらなんだっけ、スペインのサグラダ・ファミリアっていうすごいやつがあるから行ってみたらええわみたいな言って、それ140年工事しててまだできてないんだよみたいな言って、エースがお前工事現場行ってどないすんねんみたいなツッコミをするんですけど、途中なんか見てた楽しいのお餅だけやでみたいな言ったりしてお前お餅見てた楽しいのかみたいな言ったりとかするんですけど、そのエースがすごいアホで可愛いのと、その事件もそのエースのアホさを否定するんじゃなくて、お前なんでこんなことも分かんないんだとか、お前ほんとアホでどうしようもねえなとかそういうの言うんじゃなくて、そのそっかエースはそう思うのか、じゃあ俺はどうやって説明したらいいかなとか、エースにはどういう世界遺産が向いてるかなとか、めちゃくちゃ頑張って考えるんですよ。その純粋な可愛いアホとアホを否定しない相方っていうのがね、すごい可愛らしくて、バッテリーズはめちゃめちゃおすすめですね。なんか和むと思う和むでも大阪弁のでかい声のお兄さんが、元気のいいお兄さんがわーわー言ってるんで、ちょっと苦手な人はね苦手かなと思うんですけど、私は結構さやかっていう漫才コンビもそれは2回前ぐらいの M1 で見たかな。それでさやかも好きなんですけど、さやかも結構大阪弁のでかい声のお兄さんがしかも2人ギャーギャー言う系なので、自分は大阪弁のでかい声のお兄さんが好きなのかもしれないですね。はい、なのでそういうのちょっと抵抗ない方がねいれば、バッテリーズはとても面白いのでおすすめです。でも一つ問題点があって、バッテリーズは今まであんまりそんなに売れてなかったコンビらしくて、バッテリーズのネタチャンネルっていう、明らかに M1 準優勝してから急いで作ったのであろう YouTube チャンネルがあるんですけど、それ動画が2本しか上がってなくて、私がさっき話した、三重県とどっちかの世界遺産かなの2本しか見れないのでちょっとね、とりあえず M1 見てもらえれば大体見れるのでいいかなと思うんですけど、そうバッテリーズすごい面白いんですけど、あんまり動画が上がってないので YouTube にこれからに行きたいっていう感じですね。でバッテリーズちょっと好きすぎてインスタとかツイッターとかも結構フォローしたんですけど、エースがたまにツイッターでなんかわかんない、芸人詳しくないからあれなんですけど、なんか同期とかなのか同期とか知らないお笑い芸人の顔をパンって上げて、お前そんな顔すなやみたいな上げたりとか、ちょっと意味のわからないツイートをしがちなんですけど、あとなんか先輩の芸人からお年玉もらったら5円しか入ってなかったんですけどとかそういうなんかアホなねツイートがね多いんですけど、地形はインスタをやってて、地形のインスタがかなり真面目でね、やっぱ性格出てて面白いですね。地形はちゃんとなんか M1 直後にもなんか M1 のマネージャーさんが撮ってくれたのか分かんないけど、その M1 の舞台に2人が上がってる写真とか、出た後に撮った写真とか上げてくれてたりとかして、時系のインスタはかなり見応えがあるのでほとんど毎日更新、毎日かな、結構しょっちゅう更新してるし、インスタ見るならバッティーズの SNS を見るならジケくんのツイッターじゃないインスタ、ジケくんのインスタがおすすめです。はい、ぜひ見てみてくださ
ません。 M1 準優勝までしたらね多分出ると思うんですよね。わかんないけど、その M1 の審査員と出た人っていう絡みもあるし、ぜひね出てほしいなって思います。でめちゃめちゃ仲良くなれそうだなって、まあ、もうすでに仲いいかもしれないんですけど、ぜひねそこが見たいですね。ちょっとなんかあれですね、 M1 の話しすぎましたね。なんか年末年始買ったものを紹介するとか言いましたけど、喋るだけで終わるかもしれません。ちょっといろいろ用意したのにあれなんですけど、どうしようかな。そう M1 見て YouTube で一通り面白かった人のネタ見て、あ、真空ジェシカもね、決勝まで最終決戦まで残った真空ジェシカも面白かったですね。真空ジェシカは去年前回とかも出てたんですけど、なんか最初は真空ジェシカのネタって結構尖ってるので、なんかよくわかんないっていうか、なんだこれっていう感じなんですけど、今回で 2回3回ぐらい見てやっと見方が分かってきたっていうか、なんか癖になってきた感じですね。川北のわけわからんボケと、そのガクのなんかのほーんとしたツッコミがね、なんか癖になりますよね。真空ジェシカもめっちゃ面白いなと思って YouTube で結構ネタ見たりしましたね。真空ジェシカは M1 では一歩目がなんか商店街のレポみたいなロケみたいなネタで、2本目がなんかピアノがでかすぎるアンジェラ・アキっていうやつだったんですけど、どっちもめちゃくちゃ面白くて、もう 2,3 回見ましたね。めちゃめちゃ面白かった。はい、いやなんか面白い、なんだっけな、商店街やつとか、あ、でもどこが面白かったとか言うとちょっとネタバレになっちゃうから、まあ、ネタバレも何もないんだけど、もうとっくに放送されてるんだけど、ちょっとみんなに見てほしいからあんま喋らんといきますね。本当にみんな見てほしい。あ、なんかくっついた犬のシールがくっついてきました。これ紹介しようと思って、これだけでも紹介するか。この年末年始に買ってよかったもの、ナンバーワンはスマホのケースですね。ちょっと前にスマホのケースを買いましたっていうね動画を撮ったってことは9月以降のことなのか、やばいな。そのね、なんか薄緑色の、シリコンの不透明なスマホケースをね買って、で透明なやつはすぐ汚れるんで、これやったらなんか長持ちしそうな気がしますみたいな、適当なことをねほざいたんですけど、それ全然ダメで、本当に変えて数日後ぐらいにスマホの縁のところとかが、スマホケースの縁のところとかが削れてきて、なんかあれって不透明に見えるけど透明なケースになんか不透明な塗料みたいなのを塗ってるだけなんですよ。なんでなんか秒で剥がれてきて、しかもなんかどんどん茶色く汚れてくるし、すごい汚くなっちゃって、なんか端っことか剥げてるし、だからもう3ヶ月以内ですね。3ヶ月以内に本当になんかもう動画で見せるのも嫌だなってぐらい汚くなっちゃって、ハゲハゲだし茶色いしってなっちゃって、ちょっとこれ変えたいってなって、結局めっちゃ安いなんか500円ぐらいの透明なケースをまた買いました。もう結局透明のケースを1年に1回ぐらい買い替えていく方がいいんじゃないかって、まあ、安いしっていうことでね、そんな感じでやっていこうと思ってます。本当はもっと可愛いケースとか買いたいんですけど、自分今 iPhone じゃなくて Android のすごい安いやつを使ってるので、可愛いケースとかまあないんですよね。はい、ということで、ね、iPhone だったらねいっぱい可愛いケースとかあると思うんですけど、Android にねそんな人権はないので、透明なケースに好きなシールとかを入れていくのが一番いいよねっていうことで、今ちょっと自分はスマホを動画撮影に使ってるのでちょっとスマホが見せれない
ュージックっていうのが、これが私がたびたびお話ししている子犬の子犬っていう、うかうかさんっていう作者の方のね、ウェブ漫画なんですけど、それの子犬ちゃんですね。子犬ちゃん、これはうかうかさんが毎年開いてる個展で、なんか毎年テーマがあって、これが去年かな、グッドドッグミュージックが去年の個展で、その前が良い犬新聞っていう新聞がね、新聞屋さん、新聞配達みたいなのがテーマだったんですけど、そういう風にテーマがあって、これはレコード屋さんがテーマの個展でした。これはこういうステッカーになってて、どうかな、まあ大きいですね。こういう5センチぐらいの、私手のひらが10センチあるので、5センチぐらいのステッカーになってます。これはなぜ同じものが2枚あるかって、スマホにもね今入ってるので2枚あるかっていうと、気兼ねなく使えるように1枚はどこかに貼るようで、1枚はなんか取っとくようでということで2枚買ったんですけど、結局もったいなくてどこにも貼れてないっていうねやつなんですけど、予備ということで、これとスマホケースにこれと、これちょっとねケース捨てちゃったんですけど、これパンダのね、ちょっと開けようか、うるさいかな、ごめんね。うるさいな、開けとけばよかった。パンダのなんか、パンダで知ってます？ジブリができる前ぐらいのトトロの元になったって言われてるアニメ映画なんですけど、短編の、それのねシールがね、場面を切り抜いたシールがなんとセリアに売ってたんですよね。結構絵柄も多くて、なんか6種類ぐらいかな、結構あって、今5種類でしょ、もう1個あるから、もう1個あるんだよ。どれがある？ここか。ちょっとね半透明で見づらいんですけど、こういう感じで6種類あって、これセリアにね売ってると思うので、よかったらみんな買ってください。なんかマスキングテープ素材かなんか、ちょっと半透明な素材のねシールで、この6種類場面のね写真じゃないか、場面が切り抜かれてて、めちゃくちゃ可愛いですね。これが多分よく見るやつかな。なんかこれパンダとパンちゃんとミミちゃんっていうのが窓から顔出してるデザインとか、お風呂に入ってるやつとか、お腹いっぱいのところとか、トラちゃんっていうサーカスのねキャラクターですねとか、これはパンちゃんが学校に侵入して、給食のカレーをかぶってしまったところですね。これはパンダが、上野動物園に出勤しているところですね。多分東武東上線とかだと思います。違うかな、宇都宮線かな、高崎線かな、わかんないですけど、その辺ですね。はい、パンダが電車でね通勤しているところです。ということで、これとどれだっけ、お風呂のやつと、このゆっくり見るやつかな、これとこれと、これをそのケースに入れてる人がいたら私なので、ちょっと見かけたらね、あいつマニやなってちょっと思っといてください。なかなかねこの3枚入れてる人あんまいないと思うので、これ特定につながってしまいますね。恐ろしいですね。ちょっと街で見かけても、ちょっとマニさんですかって言わないでくださいね、怖いので。ちょっと急いとね、あマニおったわみたいな、ちょっと思っといてください怖い特定されてしまうということで、ちょっとねあと何の話しよう。なんかお笑いの話しかしてないけど、あれですね、なんか新春ヒットパレードみたいなやつちょっと見たんですけど、ネタのところだけ、なんかちょっと M1 を見た直後だったんで、なんかみんな M1 ほど身を削って
ちは天ぷらそばですね。天ぷらを揚げて、あとざるそばを食べるっていう、冷たいねおそばを食べてます。天ぷらは舞茸とかき揚げと、あと海苔、韓国海苔を揚げてみました。今回は面白い。海苔は初めて揚げましたけど美味しかったですね。おつまみとしてかなり良かったですね。自分は酒はあまり飲まないんですけど、てか正月で食べ過ぎたせいか、なんか顎がぷよぷよしてる気がする。嫌やな。あ、そうだ、この頭で夫の実家に行くことにちょっと怯えてたんですけど、ピンクにねしたんです。ちょっと色がね分かりづらいんです。ピンクなんですけど、だいぶ色落ちして茶色っぽくなってきたせいか、誰にもピンクだねって言われなくて、前親戚とかに会った時にこれぐらい長かったんで、そんな切っちゃったのどうしたのみたいな、その長さについては言及されたんですけど、この色については特に誰にも何も言われなくて、思ったよりそんな派手じゃないのかって思って、ちょっとがっかりしたりしました。いや、がっかりすんだよって話なんですけど、案外確かにこうしてみるとほぼ茶色ですよね。ピンクなんだけどな、最初結構濃いめのピンクを入れられて、色落ちして、桜色みたいないい色になってきたなと思ったら、一瞬で茶色になりましたね。で、髪染めて好きな色に維持するのってかなり難しいんだなって思いますね。やっぱ日々色が抜けていくので、自分はもう色の入れ直しをしないかな。めんどくさいし一回ピンクにしてみたかっただけなので、特に維持することに興味はないので、このまま多分金髪になっていくんですけど、茶髪なり金髪なりになっていくんですけど、その変化も楽しんでいけたらなと思っております。そろそろ動画終わんなきゃってことはないんですけど、ちょっとここまで聞いてくれた人ならきっとコメントを残してくれるはずと思って聞くんですけど、動画の長さってどんなもんがちょうどいいんですか皆さんは。30分超えると長すぎるかなって思うんですけど、たまに超えちゃった時も長尺動画ありがたいですみたいな、作業用に助かりますみたいな言われたりもして、どんなもんがいいんだろうと思って、長ければ短い方がいい人は途中で止めるから、逆に長い方がいいのかとか思ったりもしつつ、自分は本当いくらでも喋れるんですけど、でも長すぎるのもね、長い動画って再生するのめんどくさい気もするしね、と思うので、最近考えてるのは、寝落ちを作業用ということで、もう1時間ぐらい喋り倒す動画をねちょっと作りたいなって思ってるんですけど、どうでしょうかね。皆さん聞いてくれますかね。別に最後まで聞かなくても全然いいので、ちょっとね寝落ち用とかにしてもらえたらいいかなって。自分の動画は途中で広告入らないようにしてるので、1時間流しっぱなしにしてすやーっと寝れるね動画ができたらいいかなって思ってます。はい、それではだいぶ喋りましたけれども、じゃあお正月とかに買ってよかったものはまた今度紹介します。それでは長くなりましたが、聞いてくださりありがとうございました。ごめんなさい。Thank you for watching this video. I hope you enjoyed this video. Please come to my channel again. Thank you. See you again. Bye. ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よかったらまた遊びに来てください。今年もよろしくお願いします。バイバイ。